リップもこれしましょうか。あ、そのまま持っていきます。いいですか。はい。ははい。高級車仕様だ。アルファード。はい。本日ご宿泊されるホテルでございます。お少々よろしいかと思います。お。はい。正面冷水とから向こうの館までお風呂までも送迎をさせていただきますので、ははい、まだ向かわれる際はスタッフにご理解。よいしょ。こんお疲れ様でございます。ありがとうございます。お荷物お運びいたしますので、中ご案内します。バラのお茶とか言ってたよね。港の方になりますので、こちらまでお車でお送りいたします。はい、またこちらからも5分ほどになりますので、こちらをですね、2時半ですと14時10分か14時15分頃にご出発していただくのがよろしいかと思います。ですので14時。あ、14ね。あ、そうです。はいはい。うん。こちらの方がですね、最上階が5階となってまして、5階にはゲストラウンジや屋上庭園がございます。はい。またしおり等に詳しいご案内載せておりますので、ぜひご活用ください。はい。ではお部屋こちらの方に参ります。本日は1002号室でご用意しております。お待たせしました。本日のお部屋でございます。失礼しますね。お疲れ様でございます。どうぞお上がりくださいませ。失礼します。
ああ並んでるわ。あれか。わからん。あ、これで温度設定。なんかすごい人がね、ディープな歩き方。ご興味ございます。いらっしゃいませ。こんばんは。
真珠のこちらがアミューズブッシュシェフからのご挨拶の方でございます。本日はここから60キロほど離れました三重県の尾鷲市というところに水揚げされますキハダマグロですねに生のキハダマグロとコンフィに仕立てたものをご用意しております。まず器の一番下には、マッシュポテトを敷きまして上にはですね、玉ねぎのドレッシングや、柑橘のジュレそしてマイクロリーフのサラダをされております。それを散らしてありますお花はですねこちらエディブルフラワーという食用のお花でございます。どうぞお手元の小さなフォークでお召し上がりくださいませ。失礼いたします。挨拶にマグロだってこちらのお野菜はですねメニューに表記のない、お料理なんですが、お客様のお料理の合間にお召し上がりいただく、お箸休めのお野菜でございまして、隣のディップソースは濃厚なアーブの肝と自家製のマヨネーズを合わせましたディップソースをご用意しております。串に刺さっていますこんにゃくは赤木という海藻を合わせましたこんにゃくでございます。どうぞお料理の合間にご賞味くださいませ。こちらの前菜、春のお野菜の新玉ねぎとお酢苗を使いまして、さまざまな調理方法でご用意して一皿でございます。そこにレモンの風味のドレッシングと新粉とスイート豆のピューレ、あと真ん中にございます緑色のムース状のもの、こちらが新玉ねぎと薄い豆、それぞれのピューレを合わせてジュースガスを加えて膨らませてご用意したものでございます。でそこに魚介を4種類添えてございまして、炙りにいたしましたカツオ、そしてマリネにいたしました伊勢マダイを絡んでいただきます。フランスパンでございます。続いてこちらの、長いパンはですね、こちら青さとバターを使いました、ロールパンでございまして、最後はレーズン酵母を使いましたカンパーニュをご用意しております。はい、カンパーニュをかしこまりました。どうぞいただきます。あ、失礼します。なんだっけ、カツオだっけ。こちら伊勢海老のクリームスープベイスイートスタイルでございまして、お客様の前で注ぐスタイルでございます。エビだ。でその皿の一番下に赤色のソースが引いておりまして、こちらのソースはエビベースのアメリカンソースでございまして、上にはミルクのエスプーマを絞っております。中央部分には三角形のお料理ございますが、こちらはロワイヤルというお料理でございまして、伊勢海老で取りましたコンソメと卵を合わせました洋風の茶碗蒸しのようなお料理でございます。最後にはボイルしました伊勢海老の身をスライスしたものを添えております。それではお注ぎいたします。お皿にですね、少量のエビオイルを垂らしておりまして、はい、スープを注ぐことによってですね、揮発して香りも一緒に楽しんでいただけるようになっております。さらにエビオイルが。そうですね。ありがとうございます。スプーンで軽く混ぜてお召し上がりくださいませ。はい。これ絶対うまいね。これはやばいっすね。おわしさんのブリをご用意いたしました。ブリはハラミの部分でございます。油非常になっております。その塊ごとローティーと言います。外側からゆっくりの火を通して、お魚の旨味を溶かさないような焼き方なんですけれども、その調理をいたしましたブリには合わせますのが、赤ワインのポルチョシソースですね。食後酒に使います。ちょっと甘くきましょうね。お魚の見えたところはそのお出汁を合わせて、下にリゾットしています。これはですね、島さんのいちごなんですが、レッドパールという品種を合わせたいちごのリゾットです。赤ワインといちごのソースのマリアージュを楽しんでいただきたいと思います。これが色としてはクレソンですね。このクレソンのピオレを添えています。どうぞ。ありがとうございます。尾鷲産の食材が多い。いちごのリゾットなんて聞いたことないわ。こちらが
ですね、天然の黒アワビをバッテールという手法で蒸し料理をさせたところでございまして、柔らかく蒸し上げております。こちら付け合わせは今が旬のですね、たけのこや新じゃがいものフリット、こちらのたけのこはアワビの出汁で一緒に煮込んでおりまして、柔らかく仕上げております。素揚げにしたナスにも添えまして、一緒に合わさっているわかめですね、こちら三重県の鳥羽市の答志島というところで採れました新わかめを添えております。どうぞごゆっくりお召し上がりくださいませ。続きましてメインのお食事の前の口直しのグラニテのご用意でございます。ローズリュージュと申しましてバラの香りのグラニテでございます。上から微炭酸でお作りしたジュレをかけておりますので、こちらも合わせてお召し上がりくださいませ。なんかこれデザートみたいな、終わりの感じになってるけど、おお、下はかき氷。白産の鹿肉のロティでございます。お肉の部位でございます。それを蜂蜜や赤ワインで漬け込んで数時間置いてから備長炭で焼き上げます。はい、ですので全く臭みもございませんし、柔らかく仕上げております。ソースはお肉から出る肉汁のジュノソースをですね、はい、上からは赤蜜の塩を合わせましたので、少しアクセントとしてお楽しみに。季節の瞬間に付き合わせたご一緒にどうぞ。こちらもお下げします。これあったかい。衝撃の柔らかさだ。衝撃の柔らかさだ。数時間漬け込んだって言ってた。ソースに添えてございまして、そちらのフォンダンショコラアイスクリーム、アイスクリームの上に刺さっておりますついでにはごまを振りかけてございます。クリームに添えてございますが、こちらはアーモンド風味のものでございます。この上で合わせてお楽しみください。洗面所とこのなんかこの広さはすごいね。
これ2杯でちょうどな終わりね。乾杯。これ2人ぐらい余裕で座れる。風ちょうどかわしてる。風がこう吹いてるから、うん、風裏になってる。おー、ここで首相が立ってたんだな。じゃあオバマさんあたりに座ったと。うん、ここに安倍さんが立ったんだ。ありがとうございます。